ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、A グループ A ビギニングオフィシャルミュージックビデオストリーミングバージョン、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ先日の方向の歌声分析動画を見てですね、僕は A グループのデビュー当時の歌声をですね分析したくなってしまって、今回の撮影をしております。そしてオープニングトークはですね、歌声分析をした後に撮影をしていてですね、もう今のタイミングでは A ビギニング内容を知っていて歌声分析をしたわけですけれども、いや皆さんの歌声の実力が凄まじすぎました。リードボーカルの末澤さんだけではなく、メンバー全員素晴らしい歌声の持ち主で、いろんなテクニックを使っていましたし、素晴らしい個性を披露していたなっていうふうに思いました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして A グループの歌声分析動画、今後も定期的に動画公開していきたいと思っておりますので、皆さんの中のおすすめの楽曲をですね、ぜひコメントで教えていただけたらなというふうに思います。そちらのコメントを参考にして次の A グループの歌声分析をさせていただく楽曲決定したいと思いますので、よろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 A グループ A ビギニング歌声分析 GO!おい、わあかっこいいねめちゃくちゃかっこいい。いやーまたも、いやかっこいいですね。 A グループの皆さんがかっこいいっていうのはもちろんなんですけど、それにね、モノクロのカラーリングの映像っていうのもかっこよさを際立たせていますよね。次いきますよ。うい、ものすごく希望に満ちた雰囲気の入りですね。ここは全員で歌ってんのかな。かっこいい。次いきますよ。いい。なるほどね。うわー素晴らしいですね。デビュー曲でしょ。かっこよすぎませんかこれで。最後のベゲネーンで、ここで音をしゃくり上げてるんですよね。テクニック名はそのまましゃくりっていうテクニックなんですけど、5人全員で歌っていて、しゃくるタイミングも全員揃えてるっていうところが素晴らしいですよね。いや、入りから最高ですね。次いきますよ。うい、あれ踊ってますね。先日公開した方向ではバンドサウンドだったんですけど、デビュー時は歌って踊るスタイルだったんですか？ぜひ詳しい方コメントで教えていただけたら嬉しいです。踊ってる姿もかっこいいですね。次いきますよ。うわかっこよ。このフレーズあるじゃないですか。こういうフレーズって実はすごく難しいんですよね。おっていう風に途中でこう切るじゃないですか。この切るのが難しいんですよね。しっかりと体の力が抜けていないと、切った後の音の音程がずれやすいんですよ。みたいな感じで、一回一回腹筋と喉でですね、音を切るんですよね。喉の役割っていうのは声を切るではなくて、こう上がってきた空気を止めるって役割かな。もう一回聞いてみましょうか。かっこいいですよね。音を切った後のおう、この音がですね、強い音、アクセントに変わるんですよね。ちなみに音を切ったポイント、声が出ていないポイントは
音楽上休符っていう扱いになります。休符の後の音っていうのは強い音に変わるんですよね。そのアクセントがあるからこそめちゃくちゃかっこいい雰囲気出てるんです。次いきますよ。いやー素晴らしいですね。で、ここのポイントも全員で歌ってるんですよね。全員が全員とも同じアクセントの位置を作って歌ってるっていうところがね、やっぱ素晴らしいです。やっぱり人それぞれ歌い方には癖っていう部分があるので、全員で歌っていてもその癖っていうのが見えやすかったりするんですけど、 A グループの今のポイント、個性を出すっていうよりも全員の統一感っていうところに意識を向けて歌っているんじゃないかなっていうふうに推測します。次いきますよ。で、この後 A メロかな。ほんと楽しみですね、先が。いきますよ。かっこいい声ですね。リチャードさんですよね。で、声の出し方なんですけど、人の体には3つの声を響かせる代表的なポイントがあります。肺の中の胸腔共鳴、口の中の口腔共鳴、そして鼻の中の鼻腔共鳴。この3つの響きをですね、どのぐらいの割合で出すかによって声のおおよそが決まってきます。で、リチャードさんはですね、胸の胸腔共鳴、ここの響きが強い声ですね。胸腔共鳴はですね、声の太さだったり、声の音の音圧、この辺をコントロールするポイントです。男性が胸腔共鳴メインで歌うとですね、男らしいかっこいい声になります。もう一回聞いてみましょう。らしくのところでシャウトボイスっていうテクニックを使ってます。ここに仮声帯っていう器官があるんですけど、咳払いをするときにっていうザラザラって音がするポイント、ここの仮声帯を動かしながらっていう風に声を出すとワイルドでかっこいい声が出るんですけど、これを使ってますよね。男らしい声のかっこよさとワイルドな声のかっこよさ、2つを使った歌声かなっていう風に思います。次いきますよ。うわここのフレーズめちゃくちゃ難しいですね。なんか R&B 歌手みたいなフェイクの仕方ですよね。で、ここどうやって歌ってるかっていうと、最初のここは普通に伸ばしてここの早く動くポイントあるじゃないですか。ここでちりめんビブラートって言われる細かく揺れるタイプのビブラート、こういうビブラート、これをしながらっていう風に音をフォールさせるんですね。フォールってこう音をこう投げ捨てるように下げていくテクニックなんですけど、それを使うとっていう風に滑らかに音が下っていくっていう感じで歌えるんですけど、これねめちゃくちゃ難しいテクニックだと思います。もう一回聞いてみましょう。正確だしね、音程が素晴らしい。次いきますよ。かっこいい。声がものすごく爽やかですよね。佐野さんの歌声、ものすごくいい声ですね。で、佐野さんの声はですね、口の口腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴、この2つが中心の歌声かなっていうふうに思います。口の口腔共鳴はですね、言葉の輪郭をはっきりさせたり、口の大きさによっては声量のコントロールまでできるポイント。で、鼻はですね、主に声の音色だったり、あとはですね、鼻に声を入れるイメージで歌うと高い声が出しやすくなったりします。鼻で歌声の爽やかな雰囲気作り出してるんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。ファンファンファンな俺らじゃん。こんな感じかな、僕がやると。いやー、いい声ですね。次いきますよ。今の声は小島さんですかね。すごくたくましくてかっこいい声ですよね。小島さんもですね、胸の胸腔共鳴が中心ですね。あとプラスして口の中の口腔共鳴で言葉をはっきりと発音している、そんな感じの歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。
そうですね。胸と口。この2つが中心の歌声かなっていうふうに思います。胸より口の方が多いのかな、声の響きとしては。口の響きをですね、多くして歌うと、日常会話で話してる時の声のニュアンスに歌声が近づいていく傾向があります。ラップとか歌う方はですね、口の中の響きを中心に歌うことが多いですね。次いきますよ。はい。正門さんの歌声もすごくいい声ですね。胸とですね、鼻中心かな。なんかここまで A グループのメンバーの歌声をこう分析してきましたけど、みんないい感じで個性がバラバラの歌声を使っていますよね。でも全員で歌うと一つにまとまるっていうね、ここが素晴らしいかなと思います。で、正門さんの歌声、胸と鼻って言ったんですけど、男らしい歌声の中に優しさだったり、こう甘い感じありますよね。男らしさを胸で作って、甘い雰囲気を鼻で作ってる。こんな感じかな。もう一回聞いてみましょう。あとプラスして全体的に子音を強く発音してますよね。子音を強く発音したところは、先ほども言ったアクセントっていう強い音に変わるんですよね。この強い音が生まれるからこそフレーズに躍動感だったりスピード感が乗ってきます。いや、素晴らしいです。次いきますよ。いや、最後のロングトーン素晴らしいですね。長く伸ばす歌声をロングトーンって言うんですけど、こう徐々に大きくなっていくような雰囲気ありましたよね。これクレッシェンドって言うんですけど、このクレッシェンドが出てくると次の展開がものすごく気になりますよね。次はサビが来るって感じかな。もう一回聞いてみましょうか。いいですね。で、リズム感がものすごく素晴らしいですね。全体的にスタッカートっていうテクニックも使っていて、一つ一つの音を短く切るテクニックなんですけど、これもですね、さっき子音の時に説明した疾走感だったり躍動感、この辺を生むためのテクニックです。いやー、いいですね。次いきますよ。一回止めますよ。いや、やっぱり末澤さんの声素晴らしいですね。男らしいかっこいい雰囲気もあれば、中性的などことなく女性っぽいような雰囲気も感じれる歌声かなっていうふうに思います。個人的にはダイスの花村さん系の声の出し方かなっていうふうに思うんですけど、僕ね、花村さんの歌声ものすごく大好きなんですよね。こういった声僕すごく憧れます。もう一回聞いてみましょう。いやー、いいですね。フルテンって僕が知っているフルテンだったらアンプのつまみを全部マックスにするんですよ、音量。これフルテンって言うんですけど、そういった意味なのかな。A グループはバンドもやってるから、なんかそういうアンプの音量のつまみのことを言ってるのかなってちょっと思ったんですけど、この辺もぜひ詳しい方教えてください。サビの頭から言ってみましょう。かっこいい。歌のリズムはシンプルで分かりやすいですよね。タタタタタタタ、同じリズムが繰り返されるような。でもこのシンプルだからこそかっこよさがストレートに伝わってくるっていう魅力ありますよね。で、メロディーの音遣いもめちゃくちゃかっこいいし、魅力大爆発ですね。もう一回聞いてみましょう。いや、いいですね。すごくいいですね。僕ね、大好きです。次いきますよ。なるほどね。二つ目は、ラララで上がるんですね。ここでバリエーションを増やしているっていう感じか。なるほどね。次いきますよ。高い。めちゃくちゃ音域高い。これ全員で歌ってるんですよね。全員この高い音域が出るっていうことですか？だとしたら全員歌の音域広すぎますね。ここを使って高いですよね。思わずね、出るかな出ないかなって思ったら歌ってしまう癖があるんですけど、ミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使って皆さん歌ってると思います。聞いてる声としては地声に聞こえるんですけど、出してる感覚としては裏声っぽいんですよね。で、
で、口で言うのはものすごく簡単なんですけど、これ難しいテクニックで、僕の中では一番習得に苦労したテクニックで6年ぐらいかかったんですけど、いや、A グループの皆さんはこの若さでみんなミックスボイスを使って歌ってるっていうね、すごすぎます。もう一回聞いてみましょう。すごいね。やっぱり普段からみっちりボイストレーニングやってるんでしょうか。ぜひね、教えてください。次いきますよ。この音の落差すごいですね。ものすごいハイトーン出したかと思ったら、次はものすごい低い音域からまたね、徐々にこう上がっていくみたいなこのフレーズ。やっぱり音幅があるので、高いところからこの一気に下がったところの一つ目の音、ここ取るのめちゃくちゃ難しいと思うんですよね。いやー、難易度めちゃくちゃ高いですよ、この曲。次いきますよ。いやー、すげーかっこいい。マジでかっこいいですね。もう、さっきから鳥肌がやばいんですよ。本当にかっこいいなとか、本当にすごいなと思ったら、すぐに鳥肌が立っちゃうんですけど、もう最初からずっと鳥肌立ってます。次いきますよ。相性変わった。ティガティガティガーのところかっこいいですよね。で、英語の発音も素晴らしいですよね。やっぱり英語の発音が上達すればするほど子音の扱いが上手くなるので、歌ったフレーズにね、こうスピード感とかつけやすいんですよね。その辺までしっかりとね、トレーニング積んでるんですね。素晴らしい。次いきますよ。お、ここから何かが変わりそうですね。いや、ミュージックビデオの作りもものすごいかっこいいですよね。次は気になるのでいきますね。やっぱすごくいい声ですよね。小島さんの声。で、ここで先ほども説明した胸の響き、胸腔共鳴の響きがすごくわかりやすいかなっていうふうに思います。音域が低いところで胸の響きをメインで使うと、声がですね、すごく太くなるんですよね。こういう響きです。胸腔共鳴の響き。その雰囲気感じ取れると思うんで、注目してもう一回聞いてみましょう。運命へのリベンジャーみたいな。僕がやるとこういう感じになるんですけど、声がね、太くなるんですよね。ぜひ気になる方はね、やってみてください。って言われてもね、やり方わかんないと思うんで説明しますけど、声をですね、こういう風に出すイメージじゃなくて、胸に落とすようなイメージで声を出すんですね。なのでこう胸をこう触ってみて、ここに声を集めるような感じで歌うと、こういう声になります。ぜひ練習してみてください。次いきますよ。みんなできるのかなこの難しい GO のフレーズ。で、今すごい声が出たんですけど、高くなっても声の太さ変わっていないですよね。これどうやって出してるかっていうと、声を出す方向のイメージ。これがですね、ポイントになってきます。で、普通何も意識しなかったら音域が上がると声を出す方向のイメージが上に上がって、で、低い声を出すと下に下がる。この動きが生まれるんですよ。向きが上に上がると声が細くなって、下に下がると声が太くなります。で、今小島さんはどうやったかっていうと、低い音も高い音も同じ方向に向かって声を出すイメージで歌っています。そうすることによって音域が上がっても声が細くならないし、音域が低くなっても声が太くならない。こういった歌声が生まれてきます。もう一回聞いてみましょう。すべて伝えて GO！ こんな感じかな。ちょっとね、最後のフェイク僕下手くそでしたけど、今声を出す方向を統一して歌ってみたんですけど、声質そこまで変わってないですよね。これと同じ歌い方を小島さんしてると思います。次いきますよ。リチャードさんってラップもやるんですね。めちゃくちゃかっこいい。で、やっぱりラップになると、先ほどメロディーを歌っていた時と、声の出し方を変えてますよね。口中心、口腔共鳴ですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。いやー、ここでラップが来るんですね。もう展開がめちゃくちゃ面白いですね。かっこよすぎます。次いきますよ。
いや、正門さんもラップやるんですね。みんなオールラウンダーなのかな。何でもできる歌い手っていうか、もう一回聞いてみましょう。で、正門さんはですね、歌声に近い感じの声の出し方かな。歌声の時は胸と鼻中心って言ったと思うんですけど、胸の響きをちょっと少なくして、その分口の響きを増やしたみたいな、そんな感じでラップ歌ってると思います。かっこよさの中にどことなくやっぱりね、優しい雰囲気が出ているっていう声は健在なのかなっていうふうに思います。次いきますよ。やっぱいい声ですね。末澤さんのエターナーっていう風に音を伸ばした後にこうね、先ほど説明したちりめんビブラートが一瞬入るんですよね。ここがかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、エターナーなってますよね。これがかっこいいですね。次いきますよ。いい、すごくいい。ベーケーニーっていう感じで、ここ3回、しゃくりっていうテクニックを入れてます。こう、目的の音に対してちょっと低めの音から入って、クイッとこう、音をしゃくり上げるように歌うテクニックなんですけど、このしゃくりを入れることによって、フレーズに疾走感をね、作り出すことができます。次いきますよ。いやー、いいね。ここの佐野さんの声、すごくなんか少年っぽいような雰囲気ありましたよね。鼻中心の声かな。ちょっともう一回確認しますね。やっぱそうですね。鼻中心になってますね。で、うっすらとなんですけど、声に息の音を混ぜるウィスパーボイスっていうテクニックも使ってます。飼いならせみたいな。こんな感じかな、僕がやると。で、バックでものすごいハイトーンを末澤さんが歌っているんですね。いや、この絡みいいですね。次行きますよ。いやー、いいですね。先ほどの佐野さんと末澤さんの盛り上がりからサビに突入するめちゃくちゃいい流れですね。次行きますよ。ここのフレーズ僕大好きですね。ものすごくこう切ないような雰囲気がありますよね。で、しかもものすごいハイトーンポジションっていうね、超かっこいい。次行きますよ。なるほどね。ここで転調すんのかな。転調っていうのは曲中にキーが変わることを転調って言うんですけど、有名な転調パターンだと最後の大サビでキーが上がる。これが転調ですね。で、今のはキーが上がるとかじゃないんですけど、先ほども言ったように曲中でガラッと雰囲気が変わるような曲構成になっているポイントが出てきたっていうか。次いきますよ。変わってなかった。こっからダンスブレイクが始まるってこと？見ていきましょう。なるほどね。そういうこと？前半がダンスパフォーマンスで後半がバンドになるっていうことか。いや、この2段階かっこいいですね。しかもギターソロがめちゃくちゃかっこいい。やっぱり僕はね、昔ビーズに憧れていたこともあって、こういうギターソロとか大好きなんですよね。いきますよ。かっこいい。ピアノソロ。各メンバーのソロが入るわけだ、ここで。正門さんのギターソロから小島さんのキーボードソロ、そして今リチャードさんのベースソロでしたよね。この後ドラムソロが来るのかな。行ってみましょう。佐野さんのドラムソロは来ないんですけど、全体的にめちゃくちゃかっこよく激しくドラム叩いてますよね。もうこれだけで佐野さんの存在感はものすごいんだっていうことでしょうね。で、今のところは末澤さんのハイトーンボイス、やばいですね。次いきますよ。こっから C メロか。ごめんなさい、なんか歌が始まってしまって思わず止めてしまいました。歌い出しからいきますよ。いい声。いい声ですね、佐野さんの歌声。この未来が
みたいな感じかな、僕がやると。鼻の響きが中心なんですけど、口の奥をですね、ちょっとこう、ははっていう風にこうやって広げて歌ってるような感じがしますね。この未来が、みたいな。もう一回聞いてみましょう。いい声。優しいですよね。心が温かくなります。次いきますよ。ここは佐野さんと末澤さんが1オクターブ高いところを歌ってんのかな。オクターブっていうのはドレミファソラシドの下のドと上のド、この音関係をオクターブって言います。もう一回聞いてみましょう。もう一歩のこのイとポの間にちっちゃいツ入ってますよね。ここはですね、ちっちゃいツが音楽上休符って言われるところで、ポのところがアクセントで強い音に変わっているポイントですね。次いきますよ。ここで小島さんの男らしい声が来るんですね。しかもこの曲始まって初めてのハモリポイントですかね。めちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。いいですね。やっぱりハモリが入ってくると盛り上がった感じがね、こうどんどん溢れてくるというか、そこが素晴らしいですよね。次いきますよ。かっこいいね。全体的に強い子音を使ってワイルドな感じを表現しているポイントですよね。で、後半のロングトーンがよく伸びる。もう一回聞いてみましょう。やばいですね。素晴らしすぎる。次いきますよ。いやー、こういう感じなんですね。バックのサウンドが無音になって、いつバンドの音が入ってくるんだろうっていう風に期待させて、そのタイミングでドカーンと爆発したかのようなこのサウンド、たまらないですね。もう一回見てみましょう。追っかけで末澤さんが高いところを歌ってるんですね。かっこいい。次いきますよ。なるほど。追っかけ担当なんだ、末澤さんは。最後のサビは。いや、こういう追っかけが入ってくると、さらにこう盛り上がった感じしてきますよね。次いきますよ。ここが出発点。めちゃくちゃ高い。やばいですね。最後の最後で一番高い音が出てきました。次いきますよ。もう終わっちゃうんですね。寂しい。でも先が気になるんでね、続き見ていきますよ。なるほどなるほど。最後はここに戻るわけだ。で、パフォーマンスが見れてね。寂しいですけどかっこいいですね。次いきますよ。いいね。ティガ。やっぱここかっこいいな。次いきますよ。なるほどね。末澤さんの後半のフェイクやばくないですか、これ。あの高い音域をずっとキープしたままフェイクができるってこれすごいですよね。次いきますよ。うわ、かっこいい。こう終わりか。もう終わりってことですかね。でもね、動画があと7秒あるんですよね。せっかくなんで最後まで見ていきます。終わりか。いやー、かっこよかったです。以上、A グループ A ビギニング歌声分析はここで終了です。いやー、最高すぎましたね。デビュー曲とは思えないほどの歌の実力、そして楽曲はめちゃくちゃかっこいいしね。でミュージックビデオでパフォーマンスする A グループの皆さんも最高にかっこいいし、もう言うことなしなのではないでしょうか。本当に素晴らしいグループだなっていうふうに思いました。これからも A グループ全力で追っていきたいと思います。
それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。